ほぐしてあげて落とします。そっとですね、根をいたわってお水を注いで。こんにちは、メダカのおうちのわゆです。今日はスミスプランツの中でも人気のコーヒーの木の出演をしようと思います。コーヒーの木、こちらですね。実際このようにメダカ水槽に使っているものなんですけど、こちらも同じようにこのように水に蓋して飾ったりします。コーヒーの木はとても水をよく飲むので、特にこういう小さい苗の場合はずっと水につけてても大丈夫なスミプランツです。こうも水がいっぱいだよってサインが来たら、時々はこういう感じの墨粒、小さい墨の中にこう乗せます。こんな風に白い根が生えてるので、そーっと優しく乗せて、全体水がしっかり切れたら、また再びこちらの水につけっぱなしでも大丈夫です。こんな感じでちっちゃいメダカ水槽にも、こういう壁掛けタイプもこんな風に水をつけて、水の浄化に役立つように可愛くしています。必ずつけてる時は必ずこういう LED ライトを照らしてあげてください。光合成を促すためにね。これが何もなくて暗いままでつけっぱなすと、ちょっと根腐りしたり調子が悪くなるので、必ずこういうお部屋の中だったら明るいライトを照らしてあげてください。はい、これからちょっと実際に植え付けをします。今日こちらですね、用意したコーヒーの木、こう3本入って300円でとてもお得なものを用意しています。あとこちらのスミプランツ、このコーヒーの木ですけど、スミプランツに以前植えてたけど、ちょっと根腐りをして失敗してしまったので、これは水苔ですね。水苔に水を含ませて根をしっかり生えたものを使用します。まずこの炭の中、使う炭はですね、こちらの炭とかこれとかちょっと今用意してるので、穴を開いたものをね用意してます。これを使います。この中にいつものように入れるオアシスはもうちょっと切って、炭の穴のサイズに合わせてちょっと切って用意をしておきます。でまずこれはちょっともう根がすぐ水苔を取ったら使えるんですけど、こちらの土があるものはまず土を取り除きます。こちらで、これを竹串とかでちょっとささっとほぐしてあげて、この状態がこんな感じで、3本に分かれるかな、これは。綺麗に分かれるみたいですね。これを大小、これが小さいの、これが一番大きい、これとこれ同じぐらいの大きさですね。これをしっかり土の中に虫がいたり、あるいは農薬が入ってる可能性があるので、まずこちらの根のついた根に土がついてるので、これをしっかり混
まず水洗いをします。これは普通のお水です。よく洗って目がちょっと傷まない程度にね、よく洗って砂を落とします。シャワシャワともう一回ちょっと洗い流します。こうやっぱり植え付けの時は根にかなりのダメージを与えるので、ある程度この砂が土が落ちたら、ある程度このちょっとぐらい残っても大丈夫です。この後はちょっとこのメネデール、根を傷ついた修復した根を修復する液体、鉄分が多く含まれてるんですけど、この液体をこの希釈したものがこちらになります。これを入れて、通常この水は植え付け前に2時間は浸しておきます。今日はちょっとすぐ植え付けにかかりますけど、このようにちょっと水に浸しておき、メネデール水に浸しておきます。次にこちらのちょっとこう水苔がついたものを取り除きますね。これをちょっとこれはメネデールでちょっと水をちょっとかけて、優しくこう絡みついているので全部は取らなくてもいいんですけど、なるべくきれいに水でこう取り除いていきます。いい感じでワシャワシャと根が育ってます。水苔はちょっと古くなるのでね、なるべくここで全部取り除いて、前の墨ちょっと墨粒がちょっと残ってるから、こんな感じで取り除きました。これをすぐ使います。使う墨はどの墨かな、これをこの墨を使いますね。お皿の上にこちらのお皿の上に乗せて、まずこの中にこのオアシスをポトンと一つ入れます。で、こちらですね。こちらの墨粒をちょっと軽く1杯ちょっと入れます。そしてこの根をこう優しく入れ込んで、そっとですね、根があまり切れないように優しく入れて、墨の向きもちょっと考えるんですけど、ちょっとはい。で、ここにちょっと間に、この根の間に墨粒を入れて、ちょっとこう間に沈む感じでシャカシャカと入れて、根の間にね、こ
ミルかな、こんな感じで入ってます。でそこにまたちょっとこう軽くオアシスで固定してあげて、この上にまたちょっとペンシルをのせて、シャシャッと沈む感じで、こう育ってくるとまた墨が沈んできて、墨が少なくなったらまたこう足してください。今日はとりあえずこんな感じで。で、あとはミネデールのこの薄めたものをかけてあげて、根に根をいたわってお水を注いでください。墨全体に水が染み込むので、この状態で置きます。水を切らさないように下に水をためてちょっと管理をします。水切りを起こしやすいので、水がなくなる前に水を足してください。と先ほどのこのこの中、これに入れます。ちょっと小さい、穴が小さかったら違う墨にします。こんな感じだったかな。根の大きさによって墨のちょっとこんな風に根が切れたりはするんですけど、ちょっとまだそっと根が柔らかいのでね、根のダメージがちょっと大きいので、ちょっと植え付け後はちょっと管理が慎重です。入れて、これは狭いので違うのに取り替えます。大きいものに取りようかな。でも大きさだとね、これはかなり大きく、ね、穴を開けてるものです。だからこれはちょっとたくさん、まず根がこれ切れてしまうので、大きい入れ物にまず入れます。ちょっと5個ぐらいちょっと多めに入れて、根もちょっとこの辺に入れて、そしたらこんな感じでそーっと入れて、根がしっかり張ったものには大きい墨穴の方がいいです。こういうふうに墨を入れて墨粒を入れます。そして間にこういうふうにオアシスを詰めます。でまた墨を足していきます。オアシスの役割は根をこうぐらつかないように固定させます。直接見えたらちょっとかっこ悪いので、仕上げには墨をかぶせて隠しますね。穴が大きい場合はちょっとこう墨が落ちやすいので、こういう大きい墨の上に大きい墨をのせて
こう落ちないようにしてもいいです。ちょっと大きすぎたかな。ちょっとサイズが今ちょっとこんな感じで仕上げます。これはちょっとこうさっき作ったミネレールにこう沈めて水をまず浸しますね。この上から水をかけてあげます。しっかりこれ今こう炭が乾いてるのでちょっと水をたっぷりあげて炭全体に水を行き渡らせます。でこのようにこんな風にできた炭は炭プランツは飾り型としてこう炭が入ってますね。こんなここに乗せて、これはマックのコーヒーのカップなんですけど、家にある代用品でも、あとこんな感じで本当のコーヒーカップにですね、入らないな、こっちの方かを入れても入れて楽しんで、水をこういう風に水をあげても楽しめます。ちょっとこっちに浸しとこうかな。あと実際のところこれはこの洗った根は2時間ぐらい水に浸して植え付けを行った方が根のこの修復にいいので、優しく根をいたわってください。プランツの水やりの管理の方法としては、まず植え付け直後とか1週間、植え付け後1週間からちょっと根がしっかり張るまではこのメネレールで管理をします。そして管理をしつつ、時々この木作液ですね。木作液は根の張りを良くする効果と、この虫がつきにくいという肌にですね、特に葉水は毎日かけてあげる方が肌健康に育ちます。下から湿った炭がいつもあるので肌にがつきにくい環境ではあるんですけど、こう葉っぱにもしっかり水をかけてあげて、植物の健康に管理にこう水をかけてあげてください。あとしっかり大きくわーっと成長しだしたら、時々液もあげてご飯もあげてください。でこの小さい炭の中でも元気にコーヒーの木は育ちます。ぜひ皆さんも試してみてください。こちらのスミプランツですね。これはちょっとこっちに比べたらちょっと間延びして、ちょっと途中組に成長してしまっているので、暖かい時期にこちらのとこをちょきっと切って、ここを切った先から脇芽がまた葉っぱが出て、ちょっと成長を抑えながらまたスミプランツを楽しめます。この切ったものはちょっとこの葉っぱを取ったりなどして、水に水耕栽培や土に挿したりして芽を出した後にまた炭に植えたら、またスミプランツを増やせます。いろいろ自分流に試してみてください。今日はコーヒーの木、人気のコーヒーの木の紹介をしました。またチャンネル登録もよろしくお願いします。スミプランツでした。バイバイ。Amazon の Kindle Unlimited でいろいろスミプランツについて配信しています。アンリミテッドの会員の方は無料で読めますので、ぜひご覧ください。